こんにちは。夏真っ盛りになってきましたが、私の方はようやくこのネイビーのプルオーバーが完成しました。パート2では首周りから編んでいってます。よかったらご覧ください。では後ろ身ごろから襟部分を作っていきたいと思います。マークのとこまでまずはねこっちに糸があるのでこうやっていって帰ってきてっていうのを、半分ずつやっていくだけで、1回目こっちに行くまではここ普通に通常通りさっきと同じように、私口癖でさっきって言うけどさっきってなんやねんってね、今までと同じようにしていきたいんですけど、そうするとここなんですよね、終わるのがね。だからどっちにしようかな。ちょっととりあえずここまで行きながら考えたいと思います。特にやり方は変わってないですが、そしてやっぱりピントが合ってない気がするね。繰り返してか。立ち上がりはしてるのでひっくり返して一応もう一回ピント合わせといて、でこのクリップのとこから始めますね。でスタートは1個にしたからいきなりここに3つ入れるんですよね。次のとこにいきなり3つ入れて2、3、この感じでまずはこの手前まで、ここまでは通常通りに行ってきます。ここね、このクリップつけてる手前まで通常通りで行ってきます。はい、後ろ身ごろの襟元のところ、一回ここまで来ました。でこのクリップね、クリップの2個先今進んでる状況です。でね、いろいろ紆余曲折がこの間にありましてで結局最終的に落ち着いたのはこの穴のとこ、最後の3つのとこなんですけど、この3つ目のダブルクロシェを入れるときにこのままの勢いでこの3つの次のブロックのここを拾うのはどうかなと思って、それでいこうと思ってます。ちょっとややこしいんですけどね、今までこの穴に入れてきたのが今度はここで終わりたいので、この3つのダブルクロシェの真ん中、ここにこのままいっちゃいます。なので最後は3本引きな感じかな。でそうすると斜めのラインができるかなと思って、で立ち上がりして、ターンしますね。繰り返してこういう感じで、次は今立ち上がりしたからここね、ここじゃなくてこっちを拾って、また3つ目のここ、3つ目じゃない、3つの真ん中のここを拾って、ここに1目目いきなりダブルクロシェ入れちゃう。ちょっとやめてね。はい、でこれ未完成にしといて、この穴のとこに、穴とこのね、ブロックのとこに行って、ここで2目一度する。で残りの2個は通常のダブルクロシェをするとだいぶなだらかにいけるんじゃないかなと思ったんですよ。でその代わり、穴がちょっとね他のところよりは失われますね。穴っていうかこの編み地のこの空いてる感じが失われちゃうんですけど、それはキュッとやってるからしょうがないかなっていう。そうするとねこの斜めができるかなと思って、これで後ろ身ごろもやっていきたいんですよね。前と同じようにね。で次の段で今ここを一緒にしたのかな、行って帰ってきてっていうのをやってみて、ちょっと様子を見てこれでいけそうなら行こうと思いますので、また行って帰ってきてもう一度何してるかをお伝えします。はい、123段目に来ました。で3段目もここの最後の穴に入れて、ここでむぎゅってなってるんですけど、この3つのねこのダブルクロシェがあって、4つになってるんですけど、3つとしてここね123ってやって、この2個目に、くっつける形でやってみようと思います。まずこことここのブロックの間にダブルクロシェ2回、この2回は普通のダブルクロシェ
で、3つ目のダブルクロシェをここで終わらせずに、次に行くっていうことですね。で、この3、1、2、3の2個目。2個目の頭拾って2目一度押しちゃう。で、ここでギュッとさせようかなっていうことです。で、チェーン1してひっくり返して道を帰ります。で、もう一回同じことしますね。1個目のシングルクロシェとチェーンのやつ、ダブルクロシェの代わりとなるのをこの3つブロックの、1、2、3なんですけど、この2個目ね。2個目のところに、ちょっとダブルクロシェしようとしちゃった。ここに、このダブルクロシェ立ち上がり代わりの、ダメ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 とか言って、ここは、それをやめたんだったわ。普通にダブルクロシェやろうとしちゃって、で、この穴のとこに入ります。で、3本一気に引く。ギュッてここでもくっつける。で、残りの2個は通常で取る。はい。で、またここに行くっていう。なので、行きも帰りも最初と最後2目一度入れるっていうことで、ちょっとね、こことここは詰まるんですけど、その代わりなだらかになるかなと思って。どうでしょう。なだらか率は一番とか言ってね、他のお見せしてないからあれなんですけど、Vlog では多分見してると思う。あーだこーだ言ってるから。取って、で、今、1、2、3、4あって、あともう一段は鳴らしみたいな感じで、最後、本当に、ここのクリップのとこ取って、終わりっていう感じにしようと思います。ので、もう一回行ってきて、最後もう一個行く。で、片方も簡単に説明して、そしたらさ、このやり方を前でも使えるので、前は、もうちょっとここら辺なんですけど、こういう感じになればいいんだよね。っていうのを、またお伝えしたいと思います。そういうわけなので、行って、ここ。で、またお会いしましょう。今5段目、ここまで来ました。今1個目のダブルクロシェ入れちゃったんですが、2個目入れて。で、3個目。ここで3個目入れ切らずに、このギュッてなってるとこの1、2、3ってなってるこの2個目ね。ここにも入れて、ダブルクロシェ、こことここ2個作った状況で3本一気引きにしようと思います。そうすると、これってね、ここのクーって上がってるとこなので、一応ちょっとキュッてしちゃおうかな。で、今5段やったので、これで後ろ身ごろの片方が完成したとみなしたいんですよね。こうなりました。だいぶなだらかじゃないこれはね、500回ぐらい言ってるんですけど、前身ごろでもやりたいので、これちょっとやってみました。で、同じことを、逆サイドでもやるので、逆サイドもマーク付け直しかな。これと同じことをやっていこうと思います。で、始め方が逆サイドの場合、こっちから始めてもいいんですけど、こっちから始めなきゃいけないか。どっちをなんて言えばいいんだ？こういう風にやっていくと、スタートは変わっちゃうんですよね。これはこっちから始まってるけど、これはこっちから始まらざるを得ない。で、もしこうやって始めたければ始めれるんですけど、その代わり、今までと表裏地が逆になっちゃう。例えばこれが表だったら、これどっち？なんか違いがあんま分かんないから、どっちでも良さそうとか言って、こっちが表だったら、こっちはね、表裏って綺麗にいってるのが、こっちをもしこっから始めようとすると、表っていう風に逆になっちゃうので、どっちを取るかですよね。こうやっていくのを選ぶか、こういう風にやるから、こっから始めなきゃいけないから、こっちの始め方とは変わっちゃうけど、表裏は合う。で、こっから始めようかなとは思ってます。ので、それ整えてまたお伝えしますね。で、ちょっとこの子たちが重いんでね、これも取っちゃおうと思います。ありがとうということで。で、もろもろ整理してまたお伝えします。もう片側の準備をしてきました。最初にマークしたのはここ。最終的にはここまで広げたいっていうところから、2個内側から始めていたので、同じように2個内側のマークを、このセーラームーンクリップしてきました。で、糸もこっちのを切ったので、改めてここからつけて、内側、外側ということでやっていこうと思いますが、こっちから始める場合、こ
こでやってる減らし目をいきなりやらなきゃいけないんですよね。で、これはね1個の例としてなので、まずこの3つの中の真ん中から始めます。ここに糸通して、でね、どっち裏側とか決めてたのかな。こっちに糸端がない。すごい綺麗に処理してんのかな私。そんなことなかったです。こっち側に今糸処理の糸端があったので奥に置きますね。糸をねで奥当てて、引き抜いて一回チェーンしたら、本当は今回立ち上がりはダミーのシングルクロシェともう一回シングルクロシェからなんか変形するやつにしたんですが、こっち側はね強引にダブルクロシェやっちゃってたんですよね。なのでここでもやっちゃおうかなと思います。立ち上がりのね作ってない分なんて言えばいいんだ、キュッてなっちゃうんですけど、高さが出ないんですけど、キュッてなる編み地をこれからするので、結局ね減らし目するから2目一度する2目一度するので、よし。で今チェーン1個だけやってギュッとしてあります。あんまギュッてなってなかったけど、でいきなりダブルクロシェをやっちゃおうと思います。ここ2本開いてるから、開いてた。でちょっと強引にダブルクロシェして2本、そしたら、ここをね行き切らずに次のとこに行っちゃおうっていう作戦です。で次のとこに行くのが、ここを見るとここと1個飛んでんのか、飛んでなかった。こことここですね。この穴のとこにダブルクロシェをすればいいので、1回目でこの3本を一気に抜く。で2目一度のダブルクロシェ。一応立ち上がりマークしとこうかな。立ち上がりとか1目目か、1目目の頭を、次ここを拾うわけではないんですけどマークしちゃう。拾うわけじゃないね。でまだ今この穴のとこ1回しかやってないので、あと2回ダブルクロシェを入れます。1回2回入れました。そしたら次は全ての穴に入れていけばいいだけなので、通常通りですね。この3つのダブルクロシェを飛ばして、この穴のとここに1回2回3回っていう感じで入れていって、で帰ってきてまた減らしていきたいと思います。でここはね変わらず、端っこのところは今まで通り、立ち上がり変形版シングルクロシェとシングルクロシェみたいな感じで立ち上がって、こっちと同じようにねこっちも立ち上がって、ここだけ変えていきたいと思うので、とりあえず1段いってこう2段目往復して帰ってきて、この辺でまたお会いしましょう。行って帰ってきました。ここでまた縮めたいので、今この状況は次の穴があって、でここで2目一度のところとあと2個があるので、2目一度の手前のこっち、この真ん中って言えばいいのかな、123の2個目ね、ここを拾うことで終わりにしようと思いますので、まず穴にダブルクロシェ2個入れて、3個目を作った時にここで終わらずにこのまま次のところに行っちゃいます。2つ目の頭で、この今スターマークのねクリップの1個手前取ってますね。でこことこの2つのダブルクロシェを一気に抜くことで2目一度にしました。2目一度にしました永遠に言い直して、でひっくり返して同じことをまた繰り返します。クリップ一応1回取ろうかな。今チェーン1で、一応ちっちゃな立ち上がりを作ったので、まずどうするんだっけ、そういきなりここに行くんだ。引っ掛けていきなりこの3つのとこのここに入れる。もう一回いきます。この3つのとこのここね、3つってこの1、2、3ですね。もうしつこいけど分かってるか。でここ、そしたらここでも2目一度したいので、ここね、この状況のままこの次の穴に入っちゃいます。で1個目のダブルクロシェと今までので2目一度作っといて、
残り2目は他と同じように1回1回やる。こういう状況ですね。なので2目と、ちょっと見づらいんですが、こことここで2目一度が起きてます。でまた、あとは通常通りこの穴に3つダブルクロシェ、長編みを入れていくっていうことですね。はい、こういう感じで、同じことをもう一段やるかな、言っていて、はい、そうするとこれができるので、もうやっちゃおうかな。とりあえずまあどこかで、とりあえず行った先でお会いしましょう。もう片側もやってきました。で、一応こっちはバックパネルの方は一旦ここで完成ですね。で、糸始末とか、ここのあしらいとかどうするかはまたちょっと後で考えようと思います。ちょっとまたズタボロのこのメジャーで測りますね。だいたい肩のところが13センチ。こっちちょっと14センチ。ないか。13.5 ぐらい、ここまでか 13.5 かぐらいになりました。で 13.5 はいくつなの？お、5. 点、ここいくつ？ 5 にいかないぐらい、 5.25 とかでしょうか、インチぐらいになりました。でこれを参考に、フロントパネル前身頃の方もやっていこうと思います。でこれバックでね、測らずもこれをこのままこうやって伸ばしたら、だいたいフロントパネルのスタートと一緒になったので、同じような感じでフロントパネルもこのまま適用できそうだなと思います。これバックします。で、こっちフロント。両方ともネイビーなんでね、なんか分かりづらいですけど、こっち。バックは41段までやってからスタートしたので奇数なんですよね、段が。でこっちは30段でやってるので偶数なので、何が違うかっていうと、編み目が微妙に違くって、偶数の時の真ん中はこの間になりました。奇数の時の真ん中はこの1個の、なんていうの、ダブルクロシェ3つの玉のこのワンブロックの真ん中がセンターなんですけど、偶数段の時は長編みと長編みの段の真ん中のここ、空白のところを真ん中センターとしたいと思います。でこっからこうやってやっていきたいんですけど、今糸がこっちで終わってるので、この流れで髪の毛やっていこうと思います。で、やってることは一緒でね、ぐーっていってここに来て、で真ん中ここ何もないところになるので、作戦としてはこの両側同じことをしたいので、ここの真ん中は無視して、この両側のところからこうやって減らし目やっていこうと思います。とりあえずはここまでいきます。通常でね。フロントパネルの部分の襟元、ここまで来ました。で、繰り返しになっちゃうんですけど、この真ん中を起点にしたいので、このね、ここがあって、ちょっとネイビーって見づらいね。この空きは普通に3つ入れて、で3つ目の時にこの最後のこのブロック、この真ん中取って真ん中が多いな今回、行こうと思うんですが、口で説明してもあれなんで進みます。今2回行きました。でこの3回目の時に2目一度しちゃいます。で2目一度永遠にどっちか分かんない。このブロックのこの2つ目、この頭に刺して、この3つ目とこの真ん中のところの2目一度をして、この段を終わりにします。で立ち上がり1個だけしたら回して帰っていきます。で帰っていく時も今と同じように、ちょっとこれは本当私が勝手にやってる強引なことなんですけど、立ち上がり1個でもこのさっき作ったばっかの123の2つ目、この中心のとこのダブルクロシェにダブルクロシェを入れます。入れるんですが、ここでももう2目一度始めたいので未完成にしといて、次のこの穴のとここにもう一回ダブルクロシェで3つあるので、3つ一気に引き抜くと、こことここのダブルクロシェ2目一度ができました。で残り2つは通常通り1回1回作っていく、こういう感じにすると、バックパネルとも同じことになると思うので、これでぐーっと
40、こっち何段やったんだかな。バックパネルはから1、1、2、3、4、5、5段やったのか。で、5段41段だから、30段を46段にするから16段ぐらいか、ぐーっとやっていこうと思います。で、逆側の時はまたお伝えしますが、この真ん中は開けっぱなしで、こっから行こうと思ってます。とりあえずこれはね、ぐんぐんいって。で、この糸がなくなったら、このね、フロントパネルで余ってる方、バックパネルか。後ろ身ごろ、バックパネルで余ってる方の糸を使って続きもやっちゃおうと思います。なんかお伝えすることあれば、また出てきます。では、ぐっと行ってきます。フロントパネル片側をやってきました。で、結果どうなったかをお伝えします。今ね、バッグをね、後ろにつけてるんですけど、こういう感じね、フロントだけだったらこうなってて、で、最後のね、ここを見ていただくと、最後、本当はこのままキューって行きたかったんですけど、こうなりました。こうね。これなんでかっていうと、途中で、このバックパネルのね、ここと合わせなきゃダメだと思って、この数を。そうで、この数となんとなく合うんじゃないかなと思って見切り発車してフロントも始めたんですけど、合わなかったので、このままいったら減っちゃうと思って、最後の3段は7しでただまっすぐ入れていきました。これね、気づかれてる方多いと思うんですけど、また私の適当見切り発車のおかげで生まれてしまったわけですが、一応説明するか。これなんでこうなったかっていうと、まず1個の要因は、こっちは30段で31段から減らし目始めてるんですよね。に対してこっち、バックパネルは41段までやってるから、まずここで1段差が出ますよね。で、1段差が出た上に、1段差が出たってことは、ここちょっと見ていただくと、これスタートの30ね、ここ29なんですけど、31から始めれば、ここの、なんて言えばいいんだろう、こう交互にこういう模様じゃないですか。ここが合うので、ここから始められたんですけど、この頂点からね、偶数の30段から始めたから、結局ここにしたんですよ。ここ使ってないの。つまりここでもまずもう一回同じこと言いますね。30から1段足りないから、30段と41段の分の1段がまず足りない。そしてここでこの真上から始めればいいのに、この両脇から始めたから、ここでも足りないっていうことで、結論短くなったんですよね。この至るまでのがね。何言ってんだって感じですけど。で、結果的に3段鳴らしが必要になりました。この3段鳴らしが必要っていうのは、2段でセットなので、実際は2段多めに編まなきゃいけなかったって意味です。なんか言葉を尽くせば尽くすほど、どういうことって思われてそうなんですが、伝わりましたでしょうか。だからこのね、フロントはここの下からを30センチにしたかったんですよ。で、こっちは40センチにしたかったんだけど、そのセンチを優先するよりも段数を優先した方が楽だったよねっていうことです。で、この形ね、今回私はこれでいくんですけど、この最後の9が気になる方は、このまま行きたいっていう方は、フロントとバックパネルは奇数なら奇数、偶数なら偶数、偶数なら偶数、31段と41段で始めて、そうするとスタートの位置一緒になるので、がいいかなと思います。で、そしたら全部解決するのか、ここから行くし、ここから行くしで解決すると思うので、それおすすめです。はい。あとはここのね、ここがたまたまあったのを皆さんね、この目数とかもきっとね、人によってね、体型って様々だから違うと思うんです。ちゃんと数えて、だからとか言って、要するにできない人の口癖ね。だから要するにこっちを先に決めればいいんだね。この終わりをちゃんと、私の場合は 1,2,3,4,5,6,7 8かな、8ブロックで終わりたいと思って、ここから8ブロックにするには、ここで9、10、11って逆算していくと、じゃあここで始めりゃいいんだなってことがわかるのか。それやればよかったんだなって今思いましたので、でもさまだ喋りますけど、
最初に作る時ってこっちから編むじゃん。ゴールのこと考えてらんないんだよね。ので、2着目からはこの見えたのでね、何ブロックにしたいなとか、何ブロック何センチだなは、下見ればわかるから決めて、ちゃんと逆算というものをしてやっていくといいかなと思いました、自分で。そういうのめんどくさがった結果これなので、性格ですよね。性格ですよねとか言ってるから直す気ない感じが伝わっちゃってるかもしれないけど。はい。で、ちなみにこれはまた新たに1玉使いました。フロントの部分使い切って、こっちにバッグあるんです。バッグに使ってた玉も使い切って、もう1個新しく入っています。で、一応、いいかな。これ今、すいません。ちょっとほどけちゃったんで、ここまでやって、で逆側ね。これもバックパネルと一緒だからあれなんですけど、どっちから来た？ここか。ここを見ると、ここ無視してこっから取ってるので、同じようにこのセンター見えないね、センターのここはこれはピント合ってる？ここをセンターにしてこの両側から始めるって決めたので、両側のブロックの真ん中、この真ん中から始めようと思います。で、いきなりここから始めて、本当は立ち上がりのダブルクロシェっぽいものをするんですが、ここに限ってはこのままいっちゃおうかなと思ってます。で、こっちが裏か。裏で一回チェーンだけしてギュッとしたら、強引にねここでダブルクロシェします。結局ここで2目一度のをこさえるので、潰れちゃっても大丈夫でしょうっていうことで、でここで引かずに次に行っちゃう。次はこの穴のとこですね。もう通常と同じように穴のとこに入れて3本一気に引く。でもう2個普通のダブルクロシェを作って、この感じでスタートします。で、あとは同じですね。行って帰ってきて、ここでまたキュッてやってっていうのを繰り返して、最後の3段はまっすぐ行くっていうことで、仕上げていこうと思います。そうだよね。こっちが裏だったのかな。ちゃんと割と糸始末できたので、どっちが表か裏か今わかんない状況ですが、それをやって、ここでお会いしましょう。前身ごろの襟部分を両方ともやってきました。こっから数えると30段から46段、16段を足してくる感じにして、最後の3段は、こっちにこれ後ろ身ごろなんですけど、ここのね目数を合わせたかったので、こうしてこうですね。本当はねこういければよかったんですけど、それはさっきの動画でねお伝えしたと思うんですけど、うまくいかなかったのでこうしました。はい。で、こっから今ここに後ろ身ごろがあるので合体して、で思ったよりもねここがねそんなにガタガタしてないので、このまま終えても変ではないかなと思うんですよ。最後に縁取りをしなくてもちょっとファーファーとはなってるけど、こういうのはねやりますけど、これもこれで可愛いかなと思うんですが、後で考えようかなと思います。それはね。でまずはここからね前身ごろと後ろ身ごろの合体をして、今回はもうストンと簡単に作りたいので、襟じゃないよこれ袖か、袖をここからやることはやめようかなと思っています。ただ、今のねここと同様にここは一応縁取りみたいなことはしようかなって今のところ考えていて、考えながらまずは、前身ごろと後ろ身ごろの肩部分、すごい黄色いいいかな、黄色いけど肩部分はこことここをつなぐ、こことここをつなぐっていうのをやっていきたいと思います。シンプルに、スリップスティッチでやってもいいし、もうとじ針使ってやってもいいと思うんですけど、ちょっと欲しいんですよね、簡単なやつで。例えば
ダブルクロシェでつないでもいいと思うんですよね。もう一段ダブルクロシェやるついでにここもつなぐっていうのもいいと思うんですけど、まあちょっと広いかな、そうすると。とかにいろいろ考えて、まあ片方をねやってみてどうしたかを次の動画でご連絡しようと思いますので、とりあえず前身頃と後ろ身頃ができましたと。これからつなげていきますと。で、確か私はこの脇部分の長さも決めてたと思うので、そこもマークして、ここもとりあえず、試しこっちをやっていきます。片部分片方つなげました。こういう感じになったんですが、こうやって見るとちょっとポコってしてるの分かりますか？ポコってしてて、で今のところこの裏面の方をね表にしようと思うんですよ。こうやって見ると見えるかな。こういう感じの編み地に決めました。これね、もうネイビーってピント合ってるかどうか永遠にわからない。こういう感じでちょっとなんかダブルクロシェじゃない部分があると思うんですが、このやり方にしようと思っていて、これをどうやってやったかっていうと、シングルクロシェを2段、細編み2段だけにしました。でまず、前身頃だけシングルクロシェ1段やって、でもう1段やるときに後ろ身頃と合わせてやってきた感じですので、それを反対側でも再現しようと思ってて、これちょっと近づいてみると見えるといいんですが、これね細編みの裏面なので、こっち裏にしたいから、まずはちょっと後ろ身頃置いておいて、こっちに裏が来るようにしたいから、ここかな。後ろ前身頃の端っこから始めて、ピントは合ってなくってこれ一回拾って、で帰りにこっから一緒に後ろ身頃ごと編もうかなと思います。端をちょっと見つけるよ。どこですか？よいしょ。細編みするだけなんですけど、ダブルクロシェをね1段ずつ1目ずつ拾っていくだけですね。で、糸端を糸始末しながらでもいいんですけど、後でもいいでしょう。今チェーン1で立ち上がりして、この見えるダブルクロシェの頭にどんどん見えない下がねちょっとグレーだと、グレーじゃないネイビーだと見えないんですよね。どうですか？このねここの頭に細編みで、次ここ私はチェーンを今回作ってないので、もう次の3つで1ブロックの長編みを1個ずつ拾ってって細編みで、またこれ次のブロック行ってっていう、ほんと単純ですね。細編み細編み、はい、これでここまで行って、で次合体させます。細編みを1段やってきました。でここから後ろ身頃と前身頃ガッチャンコして、でもう1段細編み細編みね細編みやってきます。よいしょ。でね、私今回この最後の目はこうやって2目にしたりとか、最初は1目にしたりとかしてて、こことここが合ってるものに一応してみました。こことこれをね、なんていうのかな、こうなのかこうなのかでちょっとねスタートの目数が変わっちゃうので、それもね調整すればいいから大した話ではないんですけど、やりやすい方がいいかなと思って、ここは2目、こっちも2目のやつにしました。ので逆に言うとこっち側は1目立ち上がり1目立ち上がり始めてる方で揃えました。何言ってんだろうっていう感じだったらちょっとスルーしてくださいで今立ち上がりはしてないので、ちょっと先に立ち上がりさせてもらって、で簡単なことなんですけど、1目目に入れて、でこのままシングルクロシェをするんじゃなくって、この後ろ身頃の1目目も拾いたいんですよね。一応片方をつなげてあるからねじれてないかだけ気をつけて、本当はクリップでねこうやって留めてったら間違いがないですよね。ちょっとめんどくさがってます。でこっちも1目目ここを拾う、後ろ前身頃後ろ身頃の両方今ぶっ刺してますね、こことここで両方に対して
シングルクロシェをする。もう一回いきますね。次の目、今ここだから、次はここが3ブロックのとこね。3ブロックじゃない、3つ目のとこね。ここ入れて、真ん中のとこね。で、こことここのダブルクロシェ。拾って抜いてシングルクロシェ。はい、で、3つ目。こことここ。抜いてこう。3つ目って言っても、今ね、ここはシングルクロシェを1段やってるので、ちょっと何が3つ目なんだって感じなんですけど、ここで見ると1つ目。ちょっと伝わってるこれ。今の3つ目っていうのはダブルクロシェ3つ目に相当するところと、後ろ身ごろも3つ目に相当するところ、同じところの目を取りましたよっていうことが言いたかったんですよ。次1個、また次の1個。1個。で、シングルクロシェ。やってることは簡単ですね。1個入れて、両方とも目を拾ってから合わせてシングルクロシェをやってるだけです。はい、で、ある程度するともうこうやってね、ピッてこう合わせながらやれるようになるので、あとはね、こうやってね、もうこの感じで合わせてグッて入れてっていうのができるようになります。でもちょっとこう気をつけながらね、前の目に入れちゃってたりとか、飛ばしてないかだけちょっと気をつけつつ、こことここってまだこの拾えてないとかね、こっち今前は2本拾えてるんですけど、後ろ1本しか拾えてないので、ちゃんと2本拾うとかを気をつけながら、はい、やってこういう感じになります。で、ここまでいきますね。端っこまで来ました。で、念のためここはもう一回やってもいいかな。やんなくてもいいし、やって鎖1個で終わりにしようと思います。はい、肩部分がつながりました。で、これでちょっと着てみて、私の場合結構、いつものことなんですけど、首元詰まってる恐怖症なので開きがちなんですよ。なのでこれでいけるか確認して、ちょっと取れちゃった。取っても平気かな。広ければ、ここでね、ここのなんて言えばいいんだ、襟ぐりを、言葉にならない襟ぐりをこうね、縁取りを分厚くすれば肩から落ちることないと思うので、それは後で調整しようと思いますが、次はこのサイドをどこまでにするのかを一回上からポンってこれ着てみて決めようと思います。ではこの袖部分を埋めていきたいと思うんですが、またですね、片方だけ、やってみました。こういう感じで閉じてきました。で、これでいけそうなので、もう片方一緒にやっていきたいと思うんですが、これをね、まず今ね、裏外って初めて聞いたな。中表って言えばいいのか。こっち側が表です。で、ひっくり返してますって言えばいいのね。ひっくり返して、こっちのこのぴょこって出てる、この肩部分がぴょこって出てるのを、今回は裏にするので、裏を外にしています。で、目安でね、これね、数えやすかった。私数えるの苦手なんですけど、すべての物事をね。特にかぎ針編みのもう、細編みなんかやった日にはさ、もう数えてるうちに、どこやねんってなるんですけど、そんなこと熱く語ってもしょうがないんですが、これは、ブロックがね、こうやってダブルクロシェのブロックがこうやってあるので、数えやすかったです。で、数えてって、ちょっとどんだけの、忘れちゃったんですけど、そんなことより、ブロック数よりは、どっちかっていうと、あれかな。この肩のね、空きの肩というか、肩から袖のね、袖口の広さが重要かなと思うので、だいたい25センチぐらいにしました。25センチ。なので、ラウンドしたら50センチぐらい。かなりね、襟ぐり広め。なんで襟ぐりって言っちゃうの？かなり袖周り
広めにしてます。これね、シースルーなので、絶対に中にインナー着るので、ちょっと脇が見えてても可愛いかなと思ってしました。で、それをこっちでもやったので、こっちで数えればいいか。こっち、このセーラームーンクリップとこの普通のクリップが同じところ。で、ここは開けて、その下は閉めるっていうことですよね。で、やっていこうと思います。で、今回はね、この脇に関しては、閉じ針でいきました。閉じ針でも普通にこういう風な感じでやって、多分ね、もっとテクニックとかあると思うんですけど、シンプルなやり方でやっていこうと思います。これ、かぎ針でやっても一緒だと思う。私のこの編み方だったら。っていうのにしています。ちなみに数えてみる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20 1,2,3,4,24だ。24段は、袖として開けて、20だからこの下から数えたらわかんないけど、上から数えたら25段目から全部下をくっつけていこうと思います。これは残りなんですが、絶対足りないから取るか。もったいないけど。で、これのちょっと端っこ見つけてきますね。はい。これちなみにずっと使ってるダイソーかな、ダイソーの閉じ針の3本セットの、これじゃないかもですけど、真ん中のサイズでやっていこうと思います。基本的に不器用なので一番でっかいサイズが好きなんですけど、でっかいサイズはでっかいサイズでね、ちょっと手に余っちゃうことがあるので、中くらいのが通ったので、これね、毛糸が今回中くらいでトライします。で、やり方は、簡単にしようと思ってて、今回はこの裾部分も、くっつけちゃいます。割とね、ここ開けてることが好きなんですけど、今回そんなにないしね、長さがくっつけちゃおうと思います。で、きつくもないのでね。で、取るところはもう適当。ピンとね、取れそうなとこ取って、逆も取れそうな同じようなところを取ります。特に最初は何回もやりたいだけなので、切るの忘れた。はい、切ってきました。糸の長さはわかんないんですよ、私。でもさ、プロの方編み物ね、動画見ていても、この人とか本当にずっとやってきたんだなっていう方を参考にするよく、この長さの2倍とか3倍とかおっしゃるじゃないですか。なので、とりあえず2倍でいってみようと思います。でも2倍かな。今通しました。で、ここは何回かやっとこうかな。取れてほしくないので。で、糸端とかはね、この辺で止めちゃおうと思います。で、これはまた糸端は糸端で糸始末します。でもやることは簡単でとか言ってなかなかやり方を説明しないんですけども、こういう風に、これなんていうの、もうやっていこうと思うんですよ。見せればもうこれです。これね。もう一個も出てこない。波縫いか。波縫いとかでもなく、上からこうぐるぐるしていくだけっていう感じでいこうと思います。こうやってね、止めて。で、念のため、真ん中で間違えないようにマークをしています。取れてませんでした。取れてる気になって、ちょっと進めてきちゃったんですが、こういう感じです。この表から、今裏を表にしてる、裏を外にしてるので、ちょっとね、こう合体してる感じが出るんですけど、こっちだともうちょっとこうシュッとした感じに見えないので、なります。で、ダブルクロシェ、長編みのところを取っていって、長編みが例えばね、今こうあったら、なんて言えばいいのかな、このね、表現が合ってるかわかんないんですけど、足と頭みたいな感覚を持ってるんですよ、私は。頭と足って言えばいいのか。短いのと長いので、下から行ってるので先に足を取るんですけど、足で
一回取ってつなげて、次頭ら辺で取ってつなげてっていう感じで、ダブルクロシェ長編み1個につき2回でくっつけてるイメージにしてます。で取るところも今ね、とは言いつつ頭を取りたい。いきなり頭から説明していいですか？頭というかこの連結部分って言えばいいのかな。これちょっとギュッとしてるところを1本ないしは2本をくぐって、でそしたら逆サイドも、なんて今どこまでいった？ここか。1本か2本取って、上もこういう風に1本か2本取ってます。2本取ってもういい、なんて言えばいいんだ？だけど2本取ると丸ごと取れちゃう時があって、どういう意味かっていうと、こうやってやるとここダブルクロシェ丸ごと取ってるんですよね、状況としては。でそうすると私的に取りすぎなので、こういう時は1本にしたりとかしてます。まあでもそこまでこだわってないかな。丸ごと取りすぎないようにして、だから結論1本か2本なんですよね。ちょっとここは1本にしてみます。でこれちょっと言いながらやると途端に難しくなるの。ここも1本にしてみようかな。じゃあでギュッてする。で次ここら辺同じとこ取らないようにして、なんとなくこれ足か、頭とここ頭の方がねごちゅなんて言えばいいんだ、ごちゃチュってなんでごちゃっとしてるので、逆に言うと塊は取りやすいです。なんか安定するというか。でこの場合次のところは2個取っても平気そうとかね、なんかまあ立ち上がりの、チェーンのとこも入ってるのでダブルクロシェだけではないんで、なので1本か2本っていう感じになりますね。で進んだらこっちも進んでっていう感じでやってます。いつの間にかそうは言ってもずれ始めるので、たまに確認してやって、でこの手前まで行ってそこでお会いしましょう。はい、ゴール近くまで進みました。ではゴールまで来たかな。でこことここの手前で終わろうと思ってて、で一応ここはね 1,2 回今1回やったのでもう1回やってで止めようかなと思います。なんとなくこの輪っかとかに入れちゃったりして固定しておこうかなと思います。はい、で形としてはできました形としてはね、これ全然糸余ったなはい。で一回試着してみて、さっきのってまた言っちゃったよ。前の動画のとこでも言ったんですけど、結構身ごろを広めに作ったので、入りぐりも広いので落ちちゃうかもしれない。こうやって。そしたらここのね、この襟ぐりのこの、縁取る時に調整しようかなと思います。でここもねどうやってやろうか考えてて、シンプルにしたいんですよね。このままはいくらなんでもか、ここちょっと着てみて判断しようと思います。一回抜いて着てみます。こういうピントはずっと合ってなかったら悲しいけど着てみます。試しに着てみました。で着てだらだら喋ってたんですけど、ちょっとまとまりがなくなっちゃったので、それはまあどこかのVlog で出せればいいかなと思っていて、で着画をね写真だけ撮ったの載っけてると思うんですよ、編集の私が。その結果やっぱりちょっとでかかったなんか毎回だけどね、ただねこの幅は気に入ってます。さっきも言ったか。でこの襟ぐりだけ普通に着れば大丈夫なんですけど、ちょっとね肩が落ちることも考えられるので、これから襟ぐり部分を割とちゃんと作っていこうと思うんですが、ここね、この裾と同じデザインにしたくって見えてんのかな、見えてるか。もうこれ変えないと。ここは裾はバックループオンリーのスリップスティッチで
作ってって5目だったんですよね。5目で2センチで、2センチは広いか、計4センチ縮まるもんね。なので5目かといって2目とかにするとこの形が綺麗に出なかったりするんですよね。なんか何やってんだろうみたいな感じになっちゃうんですけど、3目かな、3目ぐらいは目指していこうと思いますので、まずこのバックループオンリー、手汚い、なんだこれ手が汚いぞ。バックループオンリースリップスティッチの土台としてシングルクロシェをここで1回ぐーっと一周していこうと思います。ここでもね入れてるので、このバックループオンリーの前で手が汚いので1回手洗ってからシングルクロシェやっていきます。はい、手を洗ってきました。そして6号も再び用意しました。でまずはここラウンドを1段シングルクロシェをやっていこうと思います。この端っこら辺から始めようかな。でどうしようかな。ここと厳密に言うと合わせようかな。合わせます。今何合わせるかっていうと、これね、これよく見ると、これって今これ、出てこないよ。中表にしてるんですよ。中表で見たときに、つまり外側が裏なんですけど、この細編みが表なので、このまま編んでいこうと思います。一応ね、向きを揃えようかな。気づいちゃったんでね。で、この一番下のところと違うのは、このダブルクロシェのこの斜めのところとか、前身頃ほとんどそうかをシングルクロシェをしていかなきゃいけないので、だからこそね、最初にいきなりバックループオンリースリップスティッチやるよりもシングルクロシェで段を鳴らしといた方がいいかなと思ってるんですけど、どんなもんかな。1個目は出だしなんで、こうシングルクロシェがあるんでね、1回シングルクロシェします。そしたら2個かな。この1個のダブルクロシェにつきちょっと2個やってみようかな。1回で、さっきね、この袖部分、脇部分を合体した時と同じようにダブルクロシェをこうやって丸ごと取るんじゃなくって、もうちょっと近づけるか、ちょっとなんかダブルクロシェが微妙に残る感じで取ってみようかなと思います。今2回しました。で今度この真ん中取ったら取りすぎかな。ダブルクロシェ2個につき2個、5は3個。今頭の部分取って、次なんとなく足の部分取ってっていうの飛ばしちゃった。ここのなんか硬いところ取ってシングルクロシェ、今度ここ1本になっちゃうけど取ってシングルクロシェで、ここも感覚だな。このダブルクロシェもね、なんか2目一度やってたりとか、立ち上がりで薄ダブルクロシェだったりするので、取るとこ微妙なんですけど、できるだけ等間隔でどうだろうか、ちょっと様子を見つつ取っていこうと思います。でたまにこうやってこう手を休めて引きつれてないか確認して、ギュってなっちゃうと困るんでね、かといってビヨンって広がるのも困るからいい感じにしたいんですけど、でもちょっと引っ張られてるか。ちょっと引っ張られてるか。でもダブルクロシェにつき3個取ると今度取りすぎな気がするので、3232みたいな感じでいこうかな。で、この後ろ身ごろのところは、唯一ねこのまっすぐのとこがあるので、このまっすぐ部分は1目につき1目を
ぐんぐん取っていこうと思ってるんですけど、3人3人ぐらいのバランスでやってみて、もし、変更があったらお伝えします。なければ3人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 でやって、ここのなだらかなとこは1個ずつっていう感じでぐんぐんシングルクロシェをやっていこうと思います。細編みシングルクロシェで一周縁取ってきました。斜めのところは最初の作戦通り、3目いって2目いって3目いって2目いってみたいな感じで進んでいったらまあまあちょうど良かったかなと思います。でこの真ん中のところは1目に1目ずつ取っていきました。で次から、バックループオンリーのスリップスティッチやっていかなきゃいけないんですけど、目がね3目とかにしようと思ってるので、3目だとなんか目が潰れた時に綺麗にいけないんですよね。でも3目でいきたいんですよね。なのでちょっと近づけようかな。ちょっと画面近づけます。ちょっとアップにしてみました。でここから、スリップスティッチをやっていこうと思いますが、まずチェーンね。チェーンでチェーンの前にもう1目進もうかな。この真ん中のとこ拾ってよし、ここからいきます。で123ですよね。でプラス1目、これ立ち上がりです。で最初だけ奥の半目拾おうかな。1段目だけちょっと変えてみて奥の半目拾ってみます。奥の半目拾うってことはイコールこっちの2個が拾ってるのと同じことになると思うんですよね。何言ってんだって感じだと思うんですけど、私も何言ってんだって思いながら、ただね安定すると思います。片方の右左片方取るよりも、しかも奥の半目じゃない、奥のこのポコッとしたとこです。本当何言ってんだだった。そして何やってんだみたいになってんの。ここだ。はい。3つだとこんなちっちゃいんだよな。まあでもこれでいこうと思います。で、斜めのこの直のところは、1個進むにしようかな。このシングルクロシェのところを合体するときに1個だけ進む。スリップスティッチで進みます。そしたら今度こっち。立ち上がりなしで、今この1個目ね、1個目はつなげただけなので1個飛ばしてここにスリップスティッチで、次の目もスリップスティッチ、で最後のところがずれてた。拾えたらねもう2個拾っちゃおうかなと思ってて、片方だけ拾うとちょっとかっこ悪くなりそうっていう、ごちゃっと玉っぽくなっちゃうんですよね。でこれも5目ぐらいあればなんか綺麗にいくんですけど、不思議なもんで。でもネイビーだから肉眼でも見にくい。やばい全然離れてた。はい、もう諦めて1回止めて拾ってきました。で最後は2目取ってでスリップスティッチ。きついきつい。よいしょ。ここはまあしょうがないか。で立ち上がりで、この立ち上がりをめちゃめちゃキュッとしたいんですよ。キュッとしとかないとここねボワンとなるとね、ボワンとなるの。何言ってんだって感じでそうなるんですよ。でこのままこうなんですけど、この本体がでっかいからあんまりぐるぐる回したくないんですよね。なのでこの時はこっち回していっちゃいます。立ち上がりしたらこのこれ何？糸を手前にしたまま、ちょっとやりづらいんですけどぐるっとひっくり返して3目をまた拾ってきます。で1目目ここですね。ちょっと待ってね、こういうことやってるうちにここが膨らんじゃうんですよね。そうすると目がちょっとでかくなったりちっちゃくなっちゃったりするので、潰れがちな3目目がここにあるので拾ってほらまたここがね長くなっちゃったでしょ。これちょっとかっこ悪くなるんですよ。かっこ悪くなるんですよ。
で、3目拾ったら、本体に合体。1個だけ進もうと思います。で、ビヨンとするとここに入ってるのがわかるので、次ここ。立ち上がりせずに、ここ戻ってきます。で、1個目無視して2個目から1回、ちょっとでかくなったな。ね、このループでかくなる。しつこいか。ちょっとキュッとやっといて。1個目。かといってね、スリップステッチキュッてやりすぎるとキュッてなっちゃって、こうやって取りにくくなっちゃうので、それはそれで避けたいんですよね。で、3目目は、ちょっと両目を拾いたいです。こう。そうするとここがまあ綺麗にガタガタ真ん中ここねガタガタいかずに済むかなと思うので、なんて言えばいいのかな。こういうことなんですよ。こっち側の時は、両目拾ってます。他のところは普通に拾って。で、合体は基本的には1個ずつ進む感じでやっていこうと思います。今はこうやって3目いったら、こうつなげる時に1個ずつしか取ってなかったんです。1個進んだらまたやって、帰ってきて1個進んでってやったんですけど、それだとちょっと詰まりすぎちゃったので、この段がね、1個進んで帰ってきたら2個進む。次また行って今度は1個進むっていう交互でやってみようかなと思います。で、やってることは、ここと変わらず、ここの最後のとこだけ両目取って、他はバックループオンリーでやっていこうと思います。で、これを、まあ、ここまで行こうかな。で、ここは、また別のやり方をすると思うので、ここもね、1目ずつ取ったら取りすぎだけど、こっちと合わせればいいのかなと思うので、ひとまず、これでまたやり直してぐーっといってきます。この襟部分を片方やってきました。でね、ここがね、だいたいなだらかになったかなと思うんですけど、繰り返しですけど、この下のこの1段のこの細編み部分は、このとか言って、212121みたいな感じで進めてきました。で、だいたいまあそれがバランスいいかなと思いますって見えてる？こういう感じね。で、ここまで来て、このまま行こうと思ったんですけど、せっかくこの V 作ったので、この V を活かしたいので、ここでね、一回終わりにして、切っちゃって、ここか。しまい、で、またこっから始めようかなと思います。で、最後にこう重なる感じで縫い留めようかなと思います。そしたらこの V が崩れずにいくと思うんですよね。今このままつなげちゃうと、ここがなだらかになっちゃうと思うので、切って、で、こうやっていきます。で、また大きな変化がなければ、さっき言ったようにこのなだらか部分でお会いしたいと思います。では、伝わるかな？こういうことね。はい。行ってきます。この襟の縁取りをぐーっとここまでやってきました。しつこいようですけど、下の部分を2個進んで1個進んで2個進んでっていう感覚で交互にやってきました。で、1回ね、さっきここまでお見せして、ここで切ってまた改めて逆サイドからつなげてきました。こういうことになってます。で、今はもうこうやって開いてみるからこうなんですけど、最後はこうやって止めようと思ってるんですよね。で、止めればこの部位がね、割と広いんじゃなくて、こういう風にちょっとこう縮まってくれるかなと思っていて、こうやってクロスで止めようかなと思ってます。この感じもちょっと可愛いかなと考えてるところです。で、グーっていって1212でいって、ここのね、ここの部分もちょっと悩んだんですけど、肩部分もね、ここもでも1212を気にせずいってみました。もうちょっと詰めた方がいいかなと思いつつ、これさ、詰めないと多分ここだけビヨンってこう出るかなっていう懸念があったんですけど、まあまあ大丈夫そう。で、ぐーってこっちまで行って、今、後ろ身ごろ。まあこっちが前でも可愛いってことが、試着してて分かったんですけど、この平坦な方に来たので、平坦な方は1個ずつ進むだけでやっていこうと思います。で、何の新しい情報もないんですが、これをやってて思ったのが、ひっくり返った。根元に近い1個がすごく取りにくいなってことに気づいて、それだけちょっとお見せしながらやりたいなっていうふうに思っています。今だからもうここ平坦に入ったので1個しか進んでなくって、見えるかどうかあれなんですけど、これ映ってる？
ピント合ってないね。すごい寄ります。ここの1個は、今の立ち上がりの1個なので数えないで、1、2、3って3つあるんですね。ピントが合ってないんですね。で、この部位のここ、この部位のここ、この部位のここって取っていきます。で、ここの時だけ2個取りたいっていう戦法ですよね。で、もうこっち帰っていくのねって問題はここじゃないんですよ。こっちの時は比較的取りやすいんですよ。1本。でもちょっときつめにやってるな、1本。で、ここは、このちょっとね、ふわっとしてる1個と、こことね、ここ。見やすいしね、こっちはまだ。ピント合ってない恐怖症。はい。で、3。で、立ち上がり1個して、こっち回そうかな。で、1個目は、それでこうなった時の、ここの3つ目がすごい取りにくいなってことに気づいたんですよ。で、行きましょうか。今立ち上がり1個で、ちょっとこの立ち上がりはね、逆方向にねじってるので取りにくいんですけど、見づらいんですけど、ここね、ここと取れてない、こことここ、2本、最初だけ2本拾って、2本拾う時にここも広くなりすぎないようにして抜いて、で次からは2、3はここ取るんですけど、今2取るね。急に慣れ慣れしくなっちゃった。これがねちょっと取りづらい。2個目から取りました。で次これがねここ取りたいんですよ。こうやって引っ張るからね余計消えるんですけど、ここ取りたいんですよ。これこの試行錯誤からね取りづらさが分かってくれると思うんです。これが目なんですよね。でこれの今2本拾っちゃったんですけど、こっちだけ取りたいんですよ。でもこれがすごい埋まっちゃうので、取れる時は見つけて取ってるんですけど、でもいちいちこうやってね戸締まりでほじってるわけでもないので、これが取れない時はもう諦めてこっち取ってました。これね、本体とつなぐ時に生まれた引き抜きのポコッとしたやつ、もうこっちがねすごい主張してくるんですよ。なんて言えばいいの？僕なら取れるよっていう顔してくるんですよ。ほらこれ取れそうでしょ。こっちは見えてるとして喋ってます。でもこの奥にあるのが本物なので、こっちを取りたいんですけど、取れない時はもう諦めてこっち取ってましたっていうお伝え。これはやってみていただけるとわかるかなと思います。そういうとこね、私は緩めにやっていくタイプなので気にしてないんですけど、一応事象としてこういうことが起きるよってことだけお伝えしておこうかなと思って。ここも取れない。こうね。で逆に最後のとこはなんかポワンポワンとでかすぎちゃったりするので、この目がね。あとこの持ち上げることでやっぱ引っ張られちゃうので、膝の上とかに置いて、自由なところに置いて、こういう引っ張りのタイミングがない方がいいんだろうなってことを学びました。これはずっと続けていって、これね来ました。こっちのが取りやすいんです。ぷくってここね、もうピントが大体合ってんのか、親指には合ってるけど、ここ取りたいけど本当はこっちにいるんですよ、この子が。でこの子が取れるんだったらこっち取って、難しかったらもう諦めて、別の子、この子と、思い込んで取るようにしてました。合わないよね、そんな簡単にピントは。でこう来て今後ろやって、でまたこのね斜めになったら、1212っていうのを再開して、でここでつなげて終わりにしようと思います。つなげ方もあれかな、ここも来て閉じ針でつなげるのがいいかなと思うので、ここの終わりまで行ってまたお会いしましょう。
襟部分をぐーっとやってきました。で後ろのねここの部分は、1個ずつ進んで、1個ずつ進んだ結果気持ちもしかしたらきつくなったかも。ちょっとねこういう風にはまった感がなきにしもあらずですが、まあ線自体は綺麗にこうなってるなと思うので、これでよしとしました。でカーブのとこはまた1212で進んできて、で最後ギリギリ、超ギリギリこんなもんにこんなもんになりました。はい、で閉じ針でこことここをつなげていこうと思うんですが、ちょっと前にしようか。ここにねいっぱいこの余り糸があるので、ここら辺のどれかを使っていきたいが、一番長いのにするか。これでいけるのでしょうか。これちょっと行ってみようと思います。つながればいいので、なんとしてもなんか新しい糸じゃなくてこれでやっていきたい。でこの糸も巻き込むか。ちょっとくるくる回してすいません。逆が良かった。もう一回言ってか。ここのね、こっちが、今出てる方が裏なので、こっちもこっちで処理したいんですけど、ちょっと糸邪魔か。このね、スリップスティッチのとこを1本ずつかな、1本ずつ取れそうなとこを取ってぐるぐるとこういう感じでつなげてしまおうと思います。やっぱりいくらなんでも短いからきつい新しい糸でやった方がね絶対余裕がありますよね。こういう感じでね、この閉じ針で適当に、でもこれ進みすぎなんですけど、2個目と2個目、3個目と3個目みたいな感じでくっつけてって、でつなげて、ちょっと表にあんま出ない形でつなげていこうと思います。でかなりきついので、このねここら辺の糸始末もあえてここら辺でやって、この結び目もね、つなぎ目を強固するような感じで糸始末もしてこようと思います。もう一個いけるかな。でこれで襟部分が一応出来上がったんですけど、あれか、V ネックのとこの止めるところもやってこれ後で糸始末しますね。で V のところも閉じ針を使って、これ今開いてるんですけど、こういう感じにしたいなと思ってます。こっちでもいいけど、なんとなくこっちかな。で当たりつけて、これもだからじゃないでね、こうつけると逆が表だから逆の状況も見つつだな。ちょっとこう重なる感じで、これもね糸でぐんぐん止めるだけにしようと思ってます。糸がこんだけ余ってるんですけど、もう一個新しいの出すかな。はい、これはこれでいけるか。で結局ちょっといろいろ一気にお伝えしちゃうんですけど、これも止めるでしょ。で大した止め方しないので、いいか、これも後で考えて、でよく見ていただくとこっちとこっちでちょっとこの脇部分が変わってるんですよ。もともとこっちがそのままのバージョン、ダブルクロシェのこのガタガタをね、あえてこのふわふわ、よく言えばふわふわ、このちょっとこういうふわふわしてるのを残したバージョンで、これでいこうと思ったんですけど、試しにシングルクロシェ細編みでグーって縁取ってみたらこういう感じになりました。でこっちの方が気持ちまとまってるかな。で今はこれ裏を見てるので、裏のね編み地が出てるんですが、こっちなので表にするとこういうなんていうのかな、この弓矢の矢みたいな模様が出るので、一応これにしようかなと思いますので、とりあえずここを止めるか。でこっちもこれ止めたら、ここの
脇、いつものところは袖か、袖なしの袖部分のところ一周細編みをして、でそれやったらもう糸始末して、はい、完成が近づく。で結局これもね、アップもするのも真夏になっちゃうんだよな全然先取れない、毎回言ってるけど、ちょっと糸をちょっとアップしようかな。アップにします。はい、カメラを近づけてきました。で今この V 部分をね、こうやってやりたいんですよね。やりたくって、こっちは表だ、こっちが裏だから、裏に出ればいいから、最初にクロスの感じを決めたいんですよね。こんなもんか。じゃあもうちょっとクロスするか。こうしたいから、こうかな。これ関係ないとだ。こんなもんかな。ちょっとここで一回止めますね。抜けちゃった。抜けちゃったよ。糸割れもしちゃったよ。はい。で、ここ決めたので、全然アップにしたら真ん中じゃないとこにいた。ここ今決めたので、あとはここをね、縫っていくだけです。で、特別な技は私持ってないので、とじ針で強引に止めていこうと思います。で、次お会いするのがこっち。こっちって映ってない。こっち。ここでお会いしましょう。では、袖部分。今回袖って、ほぼないに等しいんですけど、袖部分を細編みで一周縁取っていこうと思います。で、今、これ、外に表地が来てます。で、こっちの片方はもう終わってて、で、こういう感じなんですけど、これね、できれば、こうやって近づくと、細編みのこの編み地、ピンと合ってんのかな？コンって見えないな。こっちがこっち向きで、で、こっち向きでって、こういう風に編んでったんですけど、この向きを両側で合わせたいなって思ったんですよ。なので、つまり、こっちが前身頃だとすると、前身頃の時は弓がこう向いてるんですね。V がこうやって向いてるから、こっちでも V をこうやってやりたい。でも、普通に編むと逆になるんですよ。で、逆の後ろ身頃は、ここでワーンって帰ってきてるので、V はこうなってるんですね。で、合わせたいなと思って、じゃあ後ろから始めてとかいろいろ試行錯誤してみたんですけど、どうやってもならないの。なんて言えばいいんだ、この片部分、片方は脇のこの下のとこから始めたので、じゃあ片部分から始めたらいけるのかなと思ったら、無理で、裏返しにして無理で、裏返しかつ脇部分もできなかったんですよ。私が間違えてるのか、もうそういうものなのかがわからないんですが、有識者の方わかる方いたら教えていただきたい。なのでちょっと諦めました。ちっちゃいとこなので、自分にしかわからないんですけど、合わせたいなと思ったけどちょっと無理でしたっていう話ですので、左右対称にね、同じとこから始めちゃおうと思います。ただ表裏だけ合わせたいので、今外に表が来てて、こっち側を表になるようにしていきます。この脇の部分ですね。脇ちょっと開きがちなので、ここだけは深め取ってみようかな。で、中に糸を当てて始めます。これか。ギュッとして。で、襟のところと一緒なんですけど、長編み1個に対して細編みを、緩くなっちゃった。
2個入れていきたいっていう計画です。で取るところも長編み丸ごと取るんじゃなくって、長編みの中をこう拾っていく感じにしたいんですよね。やってみますね。ここだったら今2個、こことこれで長編み1個なんですけど、寄ります。寄るとピンと合いません。はい。ピンと合ってるとして、ここら辺で1個、ここら辺で1個っていう感じで取っていきたいので、まずこの足っぽいところ、ここ2本のとこくぐって、次はこの頭っぽいところ、ここも、今2本取れたので2本いきました。そしたら次のブロックっていう感じ。で、この足の部分取って、で次この頭っぽいところ、今度ここも2本取れた。2本取りますね。で、取りすぎるとこう丸ごと取っちゃったりするので、丸ごと取るのはちょっと避けたいんですよね。形がちょっと、編み地このダブルクロシェのね、この全体的な模様がちょっと崩れちゃいそうな気がするので、今回はダブルクロシェの中をかき分けていく感じにしたいと思ってます。で、ダブルクロシェって言ってても全部ダブルクロシェなわけじゃないんですよね。長編みと見せかけて、長編みの立ち上がりは長編みじゃなくって、シングルクロシェ、細編みとチェーン、鎖編みで作ってるので、それがね交互に来てると思うんですよね。なのでそういうところは、シングルクロシェのところにシングルクロシェ入れて、チェーンのところにシングルクロシェ入れてっていう感じでやっていこうと思います。そう、こうなっちゃうよね。それに対してこっちは逆だよね。しょうがないのか。例えばこういうところだったら、このちょっと固まってるところは、固まってるところは硬いところなので、1個取れたら大丈夫かなっていう感じで言ってます。で、たまに、様子見ながら3個入れちゃってる時もありますね。均等にを目指してるので、数を絶対2個っていうよりは、ここちょっとなんか広いからもう1個取っとこうかなとかね、そういう感じで等間隔にシングルクロシェを入れていくようにしています。こういう感じね。で、ここ2本拾ってみて、この頭っぽいところは、ちょっと拾いすぎ。頭っぽいところはちょっと1本にしてみようかなとかね。で、足の部分は2本取ってもまだ残るので、2本取っても大丈夫的な感じで進んでいきます。硬い。ここが1本取れて、でぐーっと一周して、最後のとこだけ何回、悲しい。これずっとピント合ってなかったら泣いちゃうけど、ちょっと1個やっとくか。怖い。ピント合ってる。合っててもずれて見えるけど、これはピント合ってないの。ご機嫌斜めな時はずっとご機嫌斜めなんですよね。これね、もうなんか怪しいけど。でも何も信じられない。一周してきます。で、この脇のところは、ちょっと頑丈にしたいので、ちょっと多めに取ろうかなとは思ってますが、とりあえず最後の方まで行ってきます。袖部分を一周してきました。で、これ今脇のとこなんですけど、脇はね、結構やっぱビヨーンって伸びちゃってるので、ここね、ギュッとさせて 2,3 回やっていこうと思います。ここもね、なんでが伸びてるよね。なのでここ取ってもいい。いいか。一回この伸びちゃってるとこ取って、で次もうちょっと下を取るか、一回進んでみるか。この元いたとこに戻る感じで取ってみて、ちょっと怖いからここだけ下取ろうかな。下取って、ここスタートなんですけど、スタートのところちょっとここだけ丸ごと取ってみました。でチェーンして止めて、よし、一周してきました。
はいはい。今こっち表ね。はいはい。こうか。こんな感じになりました。これ、まだ糸始末終わってないとこありますけど、こっち表ね。で、これ脇一周して、で、下これ。あとで、これのね、グラム数を測ってお伝えしようと思うんですが、ちょっとだけこの何玉目かに入っちゃったのが悔しいな。あとこれ何玉使ったかを今見てきます。はい、持ってきました。1、2、3、4、5、6、7? もう一回、1、2、3、4、取ってやればいいのね。めんどくさがるかな。1、2、3、4、5、6、7、8でした。8玉丸々使って、で、9玉目にちょっとだけ手出しちゃったっていう感じですね。おそらく。間違ってたら、字幕の私が修正してると思うんですが、94メートル。こっちよりも40グラムか。40グラム玉8だから、4が32。320グラムぐらい使ってて、94メートルは、ちょっと計算が暗算はできない。94だって、90×8 だったら、120で、800ぐらい使ってる。800メートルぐらい使ってるみたいです。で、糸始末は、さっきから登場してる戸締まりちゃんで、こういうとこですね。やって、で、試しに着てみて、もうちょっと直した方がいいところがあれば、終わったと見せかけて現れて、大丈夫そうだったら、エンディングにしようと思います。では、糸始末をしていきます。これ表なので、裏になるようにして糸始末していきますね。糸始末終わりまして完成しました。こちらが前身頃で、今映ってる方が後ろ身頃になります。で、着てみた動画も、はい、流れてますが、これはね、V の方を前にしてるんですが、後ろでもいい感じに着れていて、どっちかっていうと、今は、V じゃない方を前にして着てることが多いです。よかったら皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。